2015年以降、世界中の裁判所でかつてないほどの運動が巻き起こっています。最小年齢7歳というような若い原告の団体が気候変動への取り組みを怠ったとして自分たちの政府を訴えているのです。例えば2018年の冬に先住民の若者を含むコロンビアの青少年25人が自国の政府を相手取り、アマゾンの森林伐採を削減できなかった、気候に関する約束を守らなかったとして訴訟を起こしました。この訴訟やその他の訴訟は破壊的な環境方針が原告の現在と将来の暮らしを危険にさらしていると主張しました。気候に対する不作為は特に健全な環境、健康、食料、水への権利など彼らの基本的人権を侵害します。しかし人権と環境にどんな関係があるのでしょうか。きれいな空気を吸う権利がありますか。シロサイやシロクマや白目アマガエルなどがいる世界に暮らす権利は。マングローブやサンゴ礁への権利はどうですか。無数の残虐行為や蛮行を伴った第一次第二次世界大戦を背景に1948年に創設された国際連合によって人権に関する概要を示す初の国際文書が採択されました。この文書は世界人権宣言として知られ、人権とは全ての国の全ての人が生まれながらにして持つ自由であり、付与・剥奪できないものであると説明しています。また思想の自由、公正な裁判を受ける権利のような政治的自由、そして適切な住居や福祉を保持する権利のような社会経済的文化的権利などを定めています。世界人権宣言そのものに拘束力はないものの、この宣言の形成は人々に国際的に認められた一連の倫理と基準を与え、人権法の基盤を築きました。そして1948年以降、このような人権は国際条約、憲法、法律に組み込まれており、これは国々が人権を擁護し保護することを選んだということを意味します。結果として人権に関する無数の個人の闘争や運動に正当性が認められ、正義の追求への法的根拠が与えられました。世界人権宣言は自然、生物多様性、気候には触れておらず、当初このような権利は国家レベルで統制されました。先住民の法律や世界観の影響を受けていることが多い南半球の発展途上国の多くは、自国の憲法や地域間の条約に健全な環境への権利を組み込みました。その後間もなく人権擁護者たちは世界各国や国連にもこの権利を認めるよう呼びかけ、多くが世界人権宣言の原理そのものは健全なエコシステムへのアクセスに依存していると主張しました。毎年大気や水質の汚染により何百万人も亡くなっています。受粉媒介者の減少が基本的食料安保を脅かしています。沿岸生息地の喪失により何百万もの人々が破壊的な洪水やハリケーンの脅威にさらされています。この権利の保護はかつてないほど急を要しています。気候変動はより頻繁な熱波、より長期に及ぶ干ばつ、より破壊的な山火事を引き起こしています。急速かつ重大な変化がなければ地球は大絶滅に瀕する危険性があり、2100年までに世界の生物多様性の4分の1が失われる恐れがあります。そのような自然のエコシステムの喪失には破滅的なノックオフ効果の可能性があり、さらに食料供給を脅かし暮らしを破壊し、病気に対して人類をより脆弱にすることでしょう。しかし勢いは増しており、現在150以上の国々や管轄区が健全な環境への権利を法制化しています。2018年4月5日、コロンビア最高裁判所は原告の青少年らに有利な判決を下し、政府には現在及び将来の世代の権利を守るために森林伐採や温室効果ガス排出の削減に対する法的義務があったことを認めました。この事例とオランダ、ドイツ、米国の若者たちが収めた同様の歴史的勝利は、他の人々がこの主張を取り上げる意欲を駆り立てています。2023年夏の時点で人権に基づいた環境関連の訴訟が世界で2000件以上も提起されています。今後も増えていくことでしょう。2022年、国連総会の圧倒的な数の国々が団結して人権が変化する世界に同調するようにクリーンで健全な持続可能な環境への権利を認めました。温室効果ガス排出量の削減、森林伐採の中止、水環境をクリーンに保つことは今までにないほどの世界的な協力が必要です。このような訴訟は将来の世代にこの先ずっとクリーンな空気を吸い、
シロサイやシロクマ、サンゴ礁などがある世界で暮らす、より良いチャンスを与えるという責任を政府に負わせるためのパワフルな一歩です。生きるための他の権利を知っていますか？ edo.ted./Know Your Rights をご覧になり、人権、自由、正義、平和のための世界共通の保護について学んでください。